かくもおぞましく切ない紙芝居があっただろうか。ポエタク作人食いランドセル。花子、何しよるとねん。もう7時40分やないね。ヒステリックなママの怒号を引きこもりの花子はガンとして聞こうとしない。というのも小学2年の一人娘花子はその独特の鼻の形によってクラス一の美少女ジュリアとその一味からブタブタといじめられ不登校に陥ること半年。夏休みも明けたというのに一日として登校していない。これからパート勤めのママは我慢の限界に達し、花子、ハゲ親父を見てくれ。食卓のパパを指さして、いいかい、昔のママを真似してサボってたらあんなうだつの上がらん安月給の窓際族としか結婚できんだよ。おかげでママも朝も早から時給850円の弁当屋へセクハラ店長の下で働かないかん。娘の学費とろくでもない住民ばかりのマンションローンのためにひとしきり愚痴と嫌味を垂れるなり、ドアを娘が起きるよう乱暴にバーッと叩きつけるようにして出てった。行ってきますも何も言わず、パパはと諦めと倦怠のため息をつくと、蚊の鳴くような声で行ってきますとだけ言って猫背で出て行った。結婚をしばしば宝くじに例えるが、それは誤りだ。宝くじなら当たることもあるのだから。イギリスの劇作家ジョージ・バーナード・ショー。もうパパもママも学校も世界も消えてしまえばいいんだと花子が叫んだ時である。ずいぶん残酷なこと言うんだな。誰？俺も残酷が小兵だが、おめえさんほどじゃねえぜ。ガバッと起きて辺りを見回すと、机に引っ掛けてたピンクのランドセルが横目でこちらをいたずらっぽく伺っている。花子は恐る恐る、しかし弱みを見せちゃいけないと母親譲りの強がりで、何？ピンクのランドセル風情がヤクザの物言いしちゃってさ。するとランドセル、生意気な娘だ。せっかく願い叶えてやろうと思って目覚ましてやってたのによ。何その恩着せがましい言い方、超ムカつく。そうか、じゃあ俺の仕事はこれでおしめだな。おやすみ。ちょ待ってよ。そのあんたの仕事って見せてちょうだいよ。ねえ、私のお願いをママもパパも学校も世界も決して見せてちょうだいよ。ははできないもんだからたぬき寝入りしてんだ。それとも怖いんだ。なんだってとランドセルがまぶたを開け、花子はここぞとばかりに、ママは我が娘をって自分を棚に上げてディスるし、パパは鬼嫁の尻に敷かれっぱなしだし、学校はいじめっ子とそれを見て見ぬふりする教師のたまり場だし、世界は勝ち組と毒舌議員ばかりが謳歌するシャバ世界よ。おい、お前小学2年のくせによくそんなこと言えるな。全部ググって覚えたのよ。だから学校なんかいらん。見上げたもんだ。気に入った。そこまで言うなら
願い叶えてやる。俺をしちってくれ。そのおめえさんの恨みつらみのエナジーでチャージするのさ。と早速花子はパジャマのままランドセルしょって外へ。怒りはしばしば道徳と勇気との武器になり、アリストテレス。マンションを出て間もなくパートに向かうママ発見。ママは花子を見るなり、なんでその格好、パジャマで学校行ってから親の顔に泥塗る気にと怒鳴った瞬間、あんな見えっ張りなよーし来たガブー。うわー、すっげえ、ネットフリックスみたいだ。ネットフリックスみたいだじゃねえんだよ。いいか、よく星空を見て、うわープラネタリウムみたいっていうやつあるが、星空を真似て作ったのがプラネタリウムであって、プラネタリウムを真似て作ったのが星空じゃねえんだ。いいか、これは現実であり、俺も現実なんだ。単に夢にされてたまってもんか。何向きになってんの。おめえと喋ってたらもう切るがね。さあ次はどこだ。決まってるじゃないの。万年窓際族のパパのいる役場に急げ。がってんだい。おうおう、換気のために窓を開けて書類書きやってるぞ。書いてるんじゃないのよ、コピペよ。言われた通りやってりゃ月給もらえるから、 YouTuber に続いて 2番目に子供の人気職業なのよ。ギリシャみたく破綻して当然よ。とその声にパパがはっとこちらを向いた瞬間、ガブリー。どうだ花子、爽快だろ。ほんとほんと、こんなに気持ちいいんでスカーッとしたわ。決まってるのさ。おう、じゃあ次はどこだ。学校よ学校。いじめっ子のジュリアとその一味。それからいじめはダメって言うだけで何の対策も取らない担任を消すのよ。よし、俺もテンション上がってきたぞ。一路学校へ。教育とは学校教育に邪魔されないで身につけなければならないものである。マーク・トウェイン。ほら、学校に着くと授業中先生の目を盗んでジュリアが仲間と LINE チャットしてる。ほらほら、あいつよ、美少女モデルしてるからっていい気になってるし、そんな有名人に取り入ろうと凡人の男女がごますってるし、みんな食っちゃってよ。おお、あのくらいの甘酸っぱい年頃は俺の好みなんだ。そりゃあガブリ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 。一気に食いかかるランドセル。恨みを晴らせた花子は14歳で金メダル取った水泳女子岩崎恭子みたく、今まで生きてきた中で一番幸せみたいな顔になってざまみろ。さて花子、次はどこだ。急がなきゃ面倒なことになるぜ。じゃあ文部科学省。我が国を滅ぼすアホ教育の専門機関だな。ついでに国会議事堂も。そうだな、おめえさんのパパ同様無能な税金泥棒の吐きだめだもんな。レッツゴーと声を合わせて永田町へ行って文科省でガブリ、議事堂でガブリ、三島由紀夫で有名な市ヶ谷駐屯所でガブリ。非国民の限りを尽くした2人は次どこ行くんだ。ホワイトハウスにペンタゴン。おめえさんマジで小学2年かい。そうよ、少年よ大志を抱けって言ってるでしょ。でも少年少女って言わないとこがどうも嫌なんだけど、実は私はね、引きこもっていながら心では
いつかてっぺん取ってやる。でもね、怨念をムラムラ燃やしてたのよ。世界の頂点に立ち、全人類をひざまずかせてやるってね。いい志じゃねえか。よし、太平洋ひとっ飛びで、ここはなんか太平洋を飛ぶ音楽。太平洋を飛んでください。引用文。月に一度空が僕の頭に降り落ちる。正気に戻った時作りたい映画が見えるんだ。スティーブン・スピルバーグ。そして太平洋を渡ってホワイトハウスでガブリ、ペンタゴンでガブリ。次はどこだい？決まってるじゃない。エベレストよ。いやー、エベレストか。世界一の山だもんな。行ける？当然だろう。俺様の辞書に不可能はないんだ。それいけんナポレオン。不可能とは小心者の幻影であり、権力者の無能の証であり、卑怯者の避難所であるナポレオン・ボナパルト。あっという間にヒマラヤに着いた花子とランドセル。人の血肉で温かいランドセルだから凍えることもない花子だが、なぜか浮かぬ顔になってしまった。いわゆる物事を達成した後起きるちょっとしたうつ、燃え尽き症候群だろうか。なんだい花子、浮かねえ顔してまだご不満かい。花子は何も言わない仏頂面である。なんだ、この景色を独り占めできないからか。俺が邪魔だからか。そんなんじゃない。じゃあなんだ。わかった。パパやママが恋しくなったんだな。そんなんじゃないわよ。おうおう、ムキになってるとこを見ると図星だな。違うって言ってるでしょ、この人殺し。なんだと？おめえさんが望んだことじゃねえか。俺はそれを叶えてやったまでだ。結構楽しんでたくせに。口の減らねえガキだな。なんならおめえも食っちまおうか。どうぞご勝手に。くそ、女子ってのはこうも生意気だからムカつくんだ。こんちくしょう。ちくしょうとはどっちよ。バクバク食い散らしてさ。おめえも血のシャワー浴びながら踊ってたじゃねえか。あんたに付き合ってやってただけよ。なんでだよ。お友達一人としていないかわいそうなランドセルちゃんのために付き合ってやってただけよ。それはこっちのセルで哀れみかけてやってたの。なんだその口の利き方。何よ、子供もいいえ奥さんも恋人もいないチェリーボーイのくせに大人になれないさくらんぼだからピンクのママなのね。黙って聞いてろ、いい気になるって。いえ、こうしてやらガブレー。花子を頭から足先までプライドを傷つけられた代わりにランドセルはもう完食してしまった。しかしや性根が腐ってるせいか肉まで酸っぱくてまずかったぜと嫌味を言った途端、お腹がぐる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 、あーぎれー。雪の頂上でのたうち回るランドセル。その斜面に向かって酸っぱい吐砂物を人型に残して断崖絶壁から転げ落ちら。自分で放ったすべての矢が自分に戻ってくる。自分こそ自分の敵なのだ。エミール・オーギュスト・シャルティエ。その斜面に残った人型は息も凍る氷点下のせいでずっと消えることなく今日に至ってるが、世界の頂点を目指しながら哀れに命を落とす者たちが死に際に必ず聞くささやきがあるという。それは
年の頃6、7歳の女の子の声で決まってこうせせら笑うらしい。てっぺんとったか。ゴーゴー、祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きになり、皿掃除の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、竹着物もついには滅びん。ひとえに風の前の塵に同じ。死して屍、拾うものなし。てっぺんとったかか。祇園じゃの鐘のこと、諸行上の響きあたり、皿と樹の花の色、乗車水の断りたら、おごれる人も久しかる、まだ春と夜の夢のごとし、竹木と物もプリにほんとびん、ひとえに風の前の塵になり、Yeah. Come on.